にちは、サゴニマテリアルギターの和樹です。今日はものすごいギターを持ってます。今日はね、すごい太ももが痛いんです。紹介しますよ。まずね、8弦です。何度もご注文いただいている常連のお客様からなんで、前に1回オーダー紹介で紹介したギターの方です。はい、今回はね、全く新しい形ですね。オーナー様の中でも新シェイプ。新シェイプ。まず木材からかな。これは木材はね、前回と同じようにラミネートのトップ、これをラミネートと言っていいのかっていうぐらい贅沢に貼ってるんやけど、フレームの仮にですね、パープルハートがあって薄いメープルが挟んでます。で、ウェンジがあって、最後はボディ材はマホガニですね。前回もね、こういう風にラミネートトップなんですけど、フレームカリンがかっこええっすわ。これね、しかもこれ 1P なんですよね、実は。あ、そうなんや。でね、かりんって佐古さんに結構いっぱい落ちてるんですよ。落ちてるんですか？いっぱいね。で、僕が入社するよりずっと前からかりん山ほどあって、このお客さんも僕が入社するより前からのお客さんなんですよ。何本かフレームかりんでギター作ってもらってるんやけど、多分それと同じ材なんじゃないかっていう。あ、じゃあ兄弟ですね。そう多分木目がね結構ね似てるってそのお客さんも言ってたから一緒なんじゃないかなって。かりんはね意外とね結構かっこいいのに注文ではなかなか入らない材なんですよ、悲しいことに。実はカリンいいぞって。多分ブビンガとか好きな人は絶対好きなんじゃないかな。硬さとかも結構近いし。硬いんすか？めっちゃ硬い。へめっちゃ硬いからこのベベルカット、はい、めっちゃ大変でもそのおかげでこんなしっかりしたベベルができました。ネックもねゴージャスというかいかついんですけど、手違いしたんですね。目が詰まってそう。そうこれね、このね手違いしたもねめちゃくちゃいいやつで、でっかい柱で指板とかにスライスしてくるんやけど全然反らへんの。何本切っても。へえ。すごいいいやつで、目もしっかり詰まっててめちゃくちゃいいやつじゃないけど、このねネック材もねそれが最後だったんで、このお客さんが最後でもうネックは取れないね。そうなんだ。指板材はちょっと余ってるけど、で指板は島黒炭マッカーサイボリーでね、いつものごとくこのお客さんのトレードマークの印で入れてます。ねえ、もうトレードマークですね。そうね。口でそのマーク見たら重さ的にはなんか結構重そうに見えるやん。4キロぐらいでした。意外とね8弦でこのローズネックにしては軽いんじゃないかなと。バランスも悪くないと。こんだけヘッドがペグついてるとどうしてもヘッド落ちはするんやけど、多分ボディ形状が意外とねここがあるから抑えれるよね。いいっすね。そうだから意外とこうなんかストレスないね。すごい収まりいい。生地がはまっとる。そう多分それ計算してんじゃないかな。完全にシェイプは持ち込みシェイプなんですか？そう、イラスト描いてもらって、手書きのイラストをもらっていただいて、それを製図データにうちで起こした感じで、このお客さんねギターの絵描くのうまい。ギターの絵ってさ難しい。そう難しいよな、僕らでもね普段作ったりしてるけど、絵描けって言われたらギターの絵めっちゃね小学生みたいになっちゃうけどめっちゃうまかった。そのイラスト綺麗な。だからイラストそのまんまの形って感じでね、何回か見に来てもらって、このベベルの削り具合とかグリップも前と同じ感じでっていう話だったけど、来てもらった時にチェックしてもらったりとかで、割とお客さんと対話しながら作ったような感じですね今回は。ここの丸め具合とかも割とこだわりがあってしっかりチェックしてもらった。このメイプルが一番なんかあるよね。メープルがあることですごいパキッてしてる。やっぱこの色のコントラストを計算されて、これね NC でね加工しようかなとも思ってんけど、データね、この柄の見え具合がやっぱどうしても最終手作業じゃないと出せへんから NC 諦めて、幅がなるべく均等に出てほしかったりさ、ここの角の先っつのこの尖り具合とかがさ、次はパーツのお話いきましょうか。まずブリッジがヒップショットのソロブリッジっていうやつですね。このこうファンドフレットなんで今回は一個一個独立してるやつですね、なってます。でペグは元の381かな、381の MGT6 タイプですね。次はピックアップですね。これはね持ち込みいただいたフィッシュマンのフルエンスかなっていうピックアップになりますね。コントロールがですねワンボリュームワントーンの3ベース位置ですね。でこのピックアップなんですけど、フィッシュマンのフルエンスっていうピックアップはタップできるんですよ。トーンがタップになってます。でタップと別でボイスの切り替えっていう機能がついてて、音色が変わるんですけど、それがボリュームのスイッチポットでボイスの切り替えをなんで、割とシンプルな感じなんですけど、音色で言うとかなり多いんじゃないかな。この状態が1でしょ、3でしょ、この状態で6でしょ、この状態で9でしょ、で12か、12パターン
うん音色が切り替えれるのかな。塗装なんですけど、今回塗装というよりオイルフィニッシュですね。オイルフィニッシュなんでこんな感じの渋い仕上がりになってます。カリッとかね、こういうローズネックとかってオイルフィニッシュの方がこの木材の質感とかしっかり残ってかっこいいよね、シンプルに。でね、意外とねこのマホガニーも個人的にはこのオイルフィニッシュのマホガニーって結構好きで、割としっとりした感じの仕上がりになるんで、マホガニーはねちょっとね柔らかめの材なんで他のところに比べるとちょっとやっぱこうバックル傷とかつきやすいかもしれないですけど、見た目的には個人的には大好きな仕上げですね、このオイルフィニッシュっていうのは。でね、僕8弦なんてあんま弾かないんでね、あんまっていうかほとんど弾かないんでね、音のあれっていうのが結構難しいんですけど、やっぱりこのネックがローズでしっかり硬い材、メープルとかに比べるとだいぶ硬い木材になるんで、8弦7弦あたりのロー感が潰れずに結構バキッと出てくる印象がありますね。どうしてもなんか低音源になればなるほど音がぼやけるというか、音の芯がなくなってくる感じ、まあどうしてもテンションが足りなくなってくるんでだれた感じの音色になるとは思うんですけど、その辺をこのネック材が補ってくれてるような感じですかね。ネックもそうやし、ボディのトップ、まあこのカリンパープルハートベンジ、この辺も結構ローズと同じぐらいの硬さの材なんですよ。なんで音のこの辺の硬い材がしっかり使うことで低音の潰れ感っていうのが普通の8弦に比べると少ないかなって思います。こんな感じですかね。すごいな。オーダーって感じですね。そうね、意外とそこまでな金額いってなかった気もするな。今回シェイブもフルやから。シェイプもフル、見た目のこのいかつさに比べると多分思ったより安いなってなるかもしれない。いいじゃないですか。私そのオーナーさんのギター好きっすわ。前回と今回なんか見てて楽しいなと思って。そうだね、作ってんのも楽しいよ、ただね大変なのは大変まあでもね、このぐらいやったら俺のギターって感じするな。はい、じゃあ今回は8弦ファンドフレットのフルオーダーでした。いつもありがとうございますもうね、だって10年以上の付き合いじゃない、この会社ね。今回もしっかり仕上がったと思うんで可愛がってもらえれば嬉しいです。おしまい。